どうも、今回はこちらではなくてこれの紹介になります。これマキタの CW003G っていうものになります。これどちらも充電式の保冷温庫です。マキタバッテリーで動かせる保冷温庫、下はマイナス18度の保冷から上は55度の保温ができるっていう、そういった代物ですね。これ夏はアイス入れたり冬は肉まん入れて持ち運んだりできるっていう、そういった便利な道具なんですよ。でこれが何かというと、ズバリこれのちっちゃいバージョンがこれになります。前からこういうの欲しかったんですよ。このかゆいところに手が届くというか、このマキタの商品開発のスピードたるや、これ凄まじいものがありますね。でこれも愛用してて、暑い日に畑仕事がある時とか冷たい飲み物この中入れて持ち運んだりとかで、メインの使いどころがですね、自分わさび農家なんですけど、収穫したわさびをちょっと冷蔵しておきたいなっていう時とかに今一番よく使ってます。でなんでこれ買ったかというとですね、これだとちょっと大きすぎると、こっち使ってて暑い日とかに現場にアイス1個だけ持ってきたいとか、ペットボトル500ミリのペットボトル2本だけ持ってきたいみたいな、そういったちょこっと使いしたいなみたいなシチュエーションが多々あったんですよ。で中にコンプレッサー積んでる手前ちょっと重いんですよね。やっぱりこれを持っていくほどでもないなみたいな、そういったシチュエーションがあったんで、今回これ、入手しました。この大きさとこれ重さですね。これちょっとカメラでは伝わりにくいかもしれないんですけど、全然違います。せっかく2つあるんで、いろいろちょっと比べていきたいと思います。でまずこれ大きさなんですけど、それぞれこんな感じになってます。なので比べるとやっぱこっちの方がかなりコンパクトになってるのが分かります。でちょっとこの見た目に関して、この取っ手ですね、この取っ手、こっちに関してはここに、こういった感じで取っ手がついてたと。でこういったところにベルトつけられて、肩に担いで持ち運べるっていう、そういう仕様になってました。でここにタイヤがついてたんですよね。でそれに対してこっち、これはですね、ちょっとタイヤがなくなったのはあるんだけど、取っ手がですねこんな感じのやつが採用されてると。こっちまでいきますね。これ個人的にめちゃめちゃ嬉しい。これ相当持ち運びしやすいです。でですね、これ中開けてこんなものが入ってて、中身はこんな感じになってます。こういったものですね。こんなものが入ってたと。でここにベルトが入ってて、ここに通してあげることで、こっちでもあったように肩にかけたりして持ち運べるのかなっていうことで、このベルトもついてきました。個人的にはこのベルトあんま使ってないんで今回は取り付けません。ただ人によってはこのベルトつけるとさらに持ち運びしやすくなると思います。でですね、これはこっちとも共通なんだけど、コンセントから給電して使うこともできると。それでいて、こういったこの車のシガーソケットから給電もできるっていう、2通りの仕様のこのアダプターもついてくると。なので見た目がかなりコンパクトになってます。で重さですね、こっちは 14.3 キロあります。それに対してこっちは 8.8 キロなんですよ。でこのとっても相まってすごく軽く感じます。でこれどちらも栓抜きついてます。キャンプ行って瓶ビール飲みたい人とか、これ非常にいいんじゃないでしょうか。ちなみにこれどちらも防水とか防塵の保護等級に関しては IPX の4が採用されてます。なのでキャンプとかで使うにもこれ非常に心強いです。でこれ蓋を開けるとそれぞれこんな感じになってます。これ非常に良かったんですよ。このゴムのシーリング、こういったあたりはこのちびちゃんにも踏襲されてると。これのおかげでかなり密封されるというか、これ非常にいいんですよ。でこの容量に関してはこちら、これ前に出した動画があって、ここに出しておくんですけど、これ500ミリのペットボトルだと20本、カタログスペックだと20本入ります。ぎゅうぎゅうに詰めればもうちょっと入ります。これエナジードリンクとかもかなり入ります。ただカタログ上だと500ミリだと20本で、2リットルだと4本入ります。でこっちだと500ミリリットルのペットボトル、カタログ上だと約6本って書いてあります。ちょっと実際にこれ入れてみます。これ自分がよく畑作業行く時に持ってってるやつですね。こんな感じで確かに6つ入りますね。これゆったり6本入るって感じですね。まだ何かしら入れられるスペースができる、ゆったりと6本入るって感じです。でちょっと裏側に来て、このヒンジの部分、これに関しては
こっちと全く同じものがこうついてます。これさすが工具メーカーさんだけあって頑丈そうなヒンジがついてます。こういうところ一つとっても非常に信頼が持てます。はい、ということで、いいところはそのままコンパクトになったそういった印象です。で、外観はこんな感じと。でこれ作動させるバッテリーに関して、これがちょっと違っててですね、こっちに関してはここに LXT ってあるんですけど、要は18V のバッテリーで動かせるっていう仕様になってます。ここ開けると今これ 18V の 6A のバッテリーをこう入れてあるんだけど、1、2個こうバッテリーを入れれるようになってると。でこれ1個だけでも作動させることができます。でこれ2個設置した場合はこの1個目が切れた後こっちに自動的に切り替わるっていう、そういった形になってます。ちなみにここに USB のポートがあります。ここからスマホ充電したりとかもできますね。でこっちにはこう XGT って書いてあります。要はこういったマキタの 40VMAX のバッテリーを使うっていう仕様になってます。ここをカチャッと開けて、ここに 40VMAX ってあるんで、ここにさっきのこのバッテリーをカチャッと挿してこう使うっていう、そういう仕様になってます。でですね、これ自分カタログ見た時衝撃だったんですけど、ちょっとよく見てください。ここに XGT ってあって、その横に LXT ってあるんですよ。いやこれありがたいことに、さっきのこの 18V のバッテリーあるじゃないですか。これをそのままでは入らないんだけど、抜いてここにこんな感じで 18V 仕様のバッテリーもこう使えると。これ嬉しいですよね。これ知ってる方からしたら当然のことだとは思うんですけど、この 18V のバッテリーを 40VMAX 仕様の電動工具では使えないんですよ。そもそもこうカチャッとはまらないというか、互換性がないんですよね。ただこれに関してはこうポートが別々なんで、このどちらのバッテリーもこう使えるっていうありがたい仕様になってます。なので人によっては 18V のバッテリーは持ってるんだけど 40VMAX のバッテリー持ってないんだよなみたいな、そういう方でもこう使えちゃうっていう、これはありがたいですよね。このどちらのユーザーにとってもこう使いやすい、そういった冷温庫になってます。ちなみにこっちだとここに USB ポートが来たようです。こっちだとこの蓋の中にこうポートがあったんで、これ好き嫌い分かれると思うんだけど、蓋を開けないとここにたどり着けなかったんですよね。こっちの場合はこう中にスマホ入れてこう雨から守ったりとか、そういった使い方ができるんだけど、こっちの場合はこう外に出てます。こういうカバーがしてあるんで、使わない時はこう雨とかが濡れないようにはなってるんだけど、外にこうついてますね。はい、なのでこうある意味開け閉めこうしなくてもこうダイレクトにスマホとかをこう給電できるっていう、そういう仕様になってます。これさっき挿してたのが 2.5A のバッテリーなんですけど、自分こんな感じでチェーンソー作業やら草刈り作業やらちょっと大容量のバッテリーが必要だってんで、この 5A のバッテリーを所持してます。これちょっとこう見れば分かるんだけど、かなり巨大なんですよ。ただこういったバッテリーもこうカチャッと入るようになってます。なので相当な時間こう冷却したり保温したり、そういうことができるっていう、これ素晴らしいですよね。はい、ということでちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、これ実際に使っていきたいと思います。これから夏になるっていうことでちょっと暑くなってくんで、これ冷却してみたいと思います。でこれ 40VMAX の 5A のバッテリー、これを使って冷却していきます。ここにこう開けてからこうガチャッとはめて閉めると。でこう電源を押します。電源を押してこれ60度ってなってますね。これ今ホットモードの方で60度にこうなってます。でここで上下55度、50、45、40、35、30度っていう感じで、このホットの方も調節できると。で今回冷却したいんで、この冷っていう方にこう変えてあげます。こうすることで上は10度から5度、0度、マイナス5度、マイナス10度、マイナス15度でマイナス18が一番下ですかね。っていう感じでかなり細かく設定できます。ちょっとこれさっきこの中にカフェオレ入ってたんで、これちょっと出します。カフェオレの方こう温度に左右されちゃうと思うんで、純粋にこの何もない状態でさっきの設定温度マイナス18度まで下げてあげたいと思います。ちなみにこ
こにこんな感じで LED のライトがこうつきますね。物がこう何が入ってるかっていうのが一目瞭然です。夜とかでも、はい、これ閉めて、何もしてない状態で7度だったんですけど、これをちょっと10時、切りのいい10時にします。10時からスタートして、どれぐらいの時間でこの設定温度のマイナス18度までいくのか、ちょっと実験してみたいと思います。はい、今ちょうどマイナス18度になりましたね。10時から始めて35分でマイナス18度まで行きました。途中こんな感じでそれぞれ何分でこういったのかっていう、ちょっと書き記してみたんですけど、5度になったのが開始直後7分で、ここ0度になったのが11分後だったんですよ。これ個人的にこれちょっとびっくりしました。でマイナス5度の時が15分でマイナス10度の時が20分。やっぱここの5度は10分ぐらい、11分か11分ぐらいかかりましたね。で最後マイナス18度までいったのが35分だったと。個人的にはですね、この辺が一番よく使うんですよ。なので0度、これやっぱ物をこうすごいキンキンに冷やしたりとか、凍るまではいかないけど飲み物をかなり冷やしたいっていう時はこの0度の設定よくやるんですけど、ここ11分でいけたのは正直びっくりしました。もうバッテリーはこんな感じですね。この表示だと1個も減ってないです。開けて見てみても1メモリも減ってないっていう感じです。でちなみにですね、今これこんな感じでバッテリーでマイナス18度まで下げてあげたんですけど、付属でこういった AC アダプターもついてるんで、このコンセントからこう直接給電して冷やしてあげれば、このバッテリー使わなくて済むんですよね。車の中ではこれですね、このシガーソケットからこう給電してあげれば、このバッテリーもまだ使わずに済むんで、キャンプ場に着いてから初めてバッテリーをこうカチッとやってあげるっていう、そういう使い方もできますね。でちょうど今日草刈りの仕事がこれからあるんで、これ持ってきたいと思います。普段は草刈りは軽トラで行くんですけど、今日はちょっと試しに普通の軽自動車で行ってみたいと思います。これすごいですね。軽自動車の助手席にスポッとこう乗っちゃいます。なんならこういうスペースにこれ乗るんじゃないかな。乗りますね。こっちの方がこう水平取れてていいかもしれないです。こんな感じでこの部分の草刈り終わりました。で今1時間半ぐらいですかね経ちまして、バッテリーのメモリはまだ減ってないです。全然冷たいです。ちょっ
とうっすらちょっと凍り始めてますね。こんな感じで、素晴らしい。これ熱伝導率が高いスプーンです。うわ、最高。農作業中にこのアイス、これはたまらんもんがありますね。外で食べると本当に数倍美味しいです。はい、ということで、今ちょっと半分食べたんだけど、もう1箇所草刈りするところがあるんで、それまでちょっと取っときます。こういうことができるんで素晴らしいんですよ。次の場所に行ってみます。はい、っていう感じで、残りの草刈りも、終わりました。このスプリットモーターと、これマキタのこれナイロンコードの草刈り、これ非常にいい組み合わせでして、こういった石ころとかこう飛び出ててゴロゴロあるようなこういう地形で、普通の刃だと石切っちゃってチップ飛んじゃったりするんですけど、これだったらもうどれだけ石とか岩があろうがもう好き勝手できるんで、非常にこれ気に入ってます。はい、っていうことで、こんな感じで終わりました。はい、っていうことで残りのアイス食べたいと思います。今これもう3時間15分はもう経ってるんですよ。最初に電源入れて設定した時からで、まだこの画面上だとメモリ、3ですね。まだ1個も減ってないです。こっちだと1個だけ減ってますね。見えますかね、これ4分の3といったところでしょうか。で、こんな感じですね。さっきの続き。これ熱伝導率が高いんで、どんなに硬いアイスでもサクッとこうスプーンが入るんですよ。これおすすめです。すげえ、めちゃくちゃ凍り始めてます。今日は25度とかですかね。25度ぐらいけど、こんなのをこう飲めちゃったり食べたりできるんで、この夏場の水分補給にも非常にいいと思います。ごちそうさまでした。もう本当にすげえなと思いますね。こう現場で働く者としては非常にこれ心強いです。ちなみにですね、このちょっと見にくいんだけど、今回使用した5アンペアのバッテリー、これであればですね、7時間冷温庫を冷やし続けることができるそうです。マイナス18度設定で。はい、ということで今回このマキタの CW003G 使ってみました。これ結論から言うと、もうこれスタメン決定です。めちゃめちゃ気に入りました。これ良かった点からちょっと言っていきたいと思います。まずはもうこのコンパクトさですね。もう持ち運び超しやすい。旧型のと比べてももう本当にコンパクトだし、こっちだと何しろ片手で持てなかったんですよ。この片手で持つのが不可能で、絶対両手を使うか、あとは肩にこうかけて運ぶかっていう感じだったんですけど、これだともう片手でこう運べちゃうんで、
これは非常に良かったです。なのでこの腕にかかる負担がかなり少ないです。であとはこの小ささがゆえのこの冷えるまでにかかる時間がかなり少なくて済むっていうのがかなり良かったです。この0度まで11分っていうのがもう個人的には一番使うこれ温度帯なんで、これ11分で0度までこう下げれるっていうのは非常にいいです。作業行く前に、外作業とか行く前にこれ電源オンにしといて、でいろいろ準備し終わった後に出かける時にこの冷たい飲み物とか冷やしておきたい飲み物みたいなのをここに入れて持ち運んでいけるんで、もう冷えるまでにかかる時間が早いっていうのが非常に良かったです。でやっぱこの庫内の面積が小さいんで、なんて言うんだろう、省エネと言いますか、さっき草刈りから帰ってきて、こんな感じで、積み下ろしたりいろいろしてる時に電池のこの残量が1減りましたね。こっちでいくと、4分の2と、これ5アンペアのバッテリーってことでちょっと容量が大きいバッテリーなんですけど、それでもこれかなり燃費がいいと思います。今回使ったこの5アンペアのバッテリー使えばマイナス18度設定で7時間、これ5度設定の場合は16時間半とか冷やし続けることができるらしいです。本当に外で作業する時とか出かける時に超いいです。これキャンプとかにももってこいだと思います。であとはこのポートが外に出たっていうのもいちいち開けてコード出してとかってやらなくてもいいんで、ここはかなりいいと思います。でこれこっちもそうだったんですけど、ここに栓抜きついてるんで、ああいう瓶の飲み物とかも簡単にこう蓋を開けれるんで、それもいいかなと思いました。であとはですね、これ、ちょっと今初めて言うんですけど、この取っ手がですね、なんて言うんだろう、カタンってこう簡単には落ちないというか、ここでなんか立ってくれるんですよ。これ地味になんか便利だなと思って、なんて言うんだろう、これをこう担いで移動する時とか、なんか物を片手に持ったままこれを持ちたい時にこうなってると、よいしょって一回手間があってこう持ち上げるっていう感じなんですけど、これがこう立ってくれてることによって持ったまますぐにこうスッと持っていけるって、これ超良かったです。これ狙ってやってるとしたらすごいなと思って、これ狙ってやってるんだろうな、なんか本当に使う人のことをこう考えられてるというか、偶然だったら偶然だったでこれすごいんだけど、この立つやつ個人的にはなんかこれめちゃめちゃいいなと思いました。なのでこれめちゃめちゃ気に入ってます。ただ使ってみてここがだなと思った点もちょっとあったんで、これからもしこれ購入検討してるっていう方のためにそういった点もちょっと伝えておきたいと思います。まずはですね、これこんな感じでペットボトルこれ6本入るんですよ、この500ミリのだったら。で変な話、これ少なって思った人はこれは買わない方がいいと思います。こういったものとか、他社さんからもいろんないっぱい容量入る冷温庫出てると思うんで、そっちを買った方がいいと思いました。なので容量は入らないと。ただこれそういった商品なんで、もうそこは自分は割り切って使おうと思います。で、これ500ミリだったら6本入るんで、個人的にはもうこれ全然いいんですけど、こういったものですね、なんて言うんだろう、コーラ、これコーラでこれ700ミリリットルとかのコーラなんですよ。で、何が言いたいかというと、これこう見た時にちょっと背が高いんですよね、500ミリのやつより。で500ミリのやつでもなんか確かちょっと背が高いやつがあるのかな。そういったものはですね、これ蓋がこう縦に置いた時は閉まらないです。これよくある500ミリのペットボトルの高さに合わせてこう設計されてると思うんで、こういったちょっと背の高い小さいペットボトルはこう入らないと、なのでそこはちょっと注意ですね。ただ斜めにすれば入るんですけどね、これ斜めにすればこの700ミリのペットボトル2本こんな感じで入ります。で蓋も閉めれます。なのでこれすらも縦に入らないのかよってそう思う人はこれ買わない方がいいと思います。こういったこの縦で置いても入るのがいいなっていう人はこういった他の冷温庫をおすすめします。であとはこの作動音ですね。ちょっとこれ伝えづらいんですけど、今ちょうどなんか作動音に波があるというか、これちょっとここに近づけてみます。これマイクなんですけど、こんな感じで、結構冷却1回蓋開けてもう1回冷却を開始するっていう時とかにちょっとこう作動音が大きいかなとは思いました。逆に言うと1回なんか一定の温度までいくとファンの音がほぼ止まって無音みたいな感じになるんですよ。なので、波があるって感じですね、この作動音に。静かな時はほんと静かです。ただうるさい時はちょっとうるさいかなと。人によっては車中泊とかしてる時に
鳴ってるとちょっとうるさいかなって感じる人もいるかもしれません。であとはこっちと比べてなんですけど、こっちはバッテリーが2個挿せたんですよ。ただこっちはバッテリーが1個しか挿せないんですよ。なのでこっちは2個使ってて、1個がもうなんか点滅してもうなくなり始めるよって言ったらもうこっちに切り替えて、でもう1個の方を充電するなり、そういったことができたんだけど、こっちはそれができないんですよね。1回止めて抜いてまた何かしらバッテリーを挿すっていう、バッテリーが1個しか入らないっていうのはあります。そのバッテリーの持ちとかを心配する方はこれ、もしくはこれの新型が出てるんですよ。新型の方だとこっちみたいに 40V マックスも 18V もいけるっていう、そんな感じになってるんで、これよりも多くのものを入れたいっていう方はこれかこれの新型をおすすめします。これコンプレッサー方式なんで、この本体に対してもう3分の1ぐらいはこのものを入れられないスペースというかになってるので、ちょっとここはなんか少ないかなとは思います。これ6本でギチギチっていう感じじゃないんで、ちょっと遊びがあったから、あとちょっとこの部分が小さくなれば 500ml8 本とかも入るかもしれないですね。であとはここがなと思った点ではないんですけど、こうしてほしいなって思った点があって、これですね。これ廃工機さんの冷温庫、これと似たような感じなんですけど、これも個人的に愛用してて、遠出する時とかによく使ってます。でこれはですね、この中に仕切りがあるんですよ。でちょっと今ここにバッテリーないんであれなんですけど、ここで、ここは冷蔵でこっちは冷凍みたいな、こっちにはジュース入れてこっちにはアイス入れてみたいな、そういうことがこれできるんですよ。なので正直この機能がこっちにも欲しいなって思っちゃいますね、やっぱ使ってると。今回草刈りした時もそうだったんだけど、アイスとポカリ入れてたんで、アイスの方はキンキンに凍ってて美味しいんだけど、ポカリも凍っちゃってるみたいな、そういうシチュエーションがありました。これ一室なんで当然なんですけど、ここで仕切りができれば、この小さい容量の中でもアイス1個でこっちにポカリ1本みたいなで、こっちは凍らずに飲めるみたいな、それができるんで、ちょっと仕切り欲しいな、この機能欲しいなって正直思っちゃいます。でこっちにはですね、ここに排水用のドレンもあるんですよ。だからこの中に水が溜まっちゃったとしてもここから排水できるんですよね。釣り行く人とか魚を凍らせるというか、氷水みたいな状態の中に魚を入れたりとかもこれ使えると思うんですよね。こっちはどっちにもドレンはついてないんですよね。なので、仕切りとドレン欲しいなって思っちゃいました。いやそれないとダメだろっていう人は、こっちの方がいいと思います。ちなみにさっき言ったこれの新型もあるんですけど、その新型の方にもドレンとか仕切りの機能はないんですよね。はい、っていうことで、今回は、これマキタの小型の冷温庫使ってみました。さっきも言ったんですけど、個人的にはこれ超気に入ったんで、これもスタメン決定です。草刈り行く時とかはもうこれ毎回持ってく予定です。でちょっとしたピクニックとか旅行行く時も絶対持ってくと思います。コンビニで買ったものとかも冷やしたまんま運転して疲れた時に冷たいものをそのまま飲むみたいな、そういった使い方できるんで、これはもう非常にいいなと思いました。これ手放せないですね。はいということで、何度も言うんですけど、容量をいっぱい物をいっぱい入れて運びたいっていう人にはこういったものをおすすめします。ただ自分みたいにちょこっと使いで使いたいっていう人にはこれ非常にいい商品なんじゃないでしょうか。ということで今回はマキタの充電式保冷温庫 CW003G の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。